クイズ。ヒロアカとハリポタどっちでしょう何ですかそのクイズ。今から作品紹介をですね読んでいきますので、はい。僕のヒーローアカデミアかハリーポッターシリーズかどっちの作品か分かったら庭さんピンポン押してください。はあ、ハリーポッターあんま詳しくないけどいいんかな。大丈夫だと思います。わかりました。はい。一文ずつ読んでいくんで、まあちょっと回答の猶予を与えます。これ早押しの方がいいってこと？まあ分かった時点でわかりました。押してくれたら大丈夫です。はい、わかりました。いきますよ、作品紹介。はい。特殊な能力を持った人たちがたくさんいる世界が舞台。はい。聞こえました？これ押したの。聞こえたよ。聞こえました？いやなんか愚かやなと思っただけ。いやいやだって早ければ早いほどいいと思うから。どうぞどうぞ。僕のヒーローアカデミア。はい、違います。じゃあ続きいきますねこれ。ここでは分からないはずです。分かるやんけ、ヒーローアカやんけ今の。いやいやハリーポッターだって特殊な能力持った人いっぱいおるから。特殊な能力って言うんか、魔法ちゃう。庭さん知ってますよねハリーポッター。なんとなくですよ。ほんまに？なんとなくしか知らないですよ。続きいきますよ。はい。主人公は虐げられていましたが、まあ、とあることをきっかけに、特殊な学校に入学します。まあそれはちょっと分かりづらいな。学校では友達も多くできるんですけど、ライバルは非常に口が悪くて、髪の色は明るめです。マルフォイってことかな。で学校にはですね、ことあるごとに悪の組織が侵入してきます。まあそれは僕の知ってる範囲でもどっちもそうかも。悪の組織の親玉は、新しい体を求めて悪事を働きます。うわー、ちょっとねハリーポッターの方はもうそこら辺から怪しくなってくるわもう。でこれ最後なんですけど、日本では4文字の略称で親しまれてまして、さまざまなショップやイベントも存在する大人気シリーズでございます。いやいやこれ最初の一文がずるいわ。いや愚かやなと思った。愚かじゃないよ。愚かじゃないだって。特殊な能力やもんな。魔法だって個性だって。能力なんか魔法って能力なんかな。そうなんだ。みたいなね、今回たまたまヒーローアカとハリーポッターを同時期にちょっと摂取してて、これなんか似てるとこ多いなって思った話をしたいと思ってるんで、はい、そんな話をしていきたいと思ってます。忙しい社会人2人がいろんな漫画の魅力をワイワイ語る漫画760。お送りするのは佐島と庭です。僕のヒーローアカデミアの話をいよいよしたいなと思うんですけど。はい。もう林ボタンはいらないですか？もういらないです。てかほんまは使わんはずやったもんな。いやいや、庭さんがちゃんとしてたら使わへん設定でちょっと問題組んでたんですけど、まさかね。押さへんかったで悲しいやろ。ここまで愚かやとはっていう感じの。いや早押しにかけたって言ってほしい。そうやな、確かにな。愚かな押し方したな。愚かじゃないって。早押しではさ、先に押さないといけない。それはそうやけどね。それはそうなんやけど、今回話したいのは、たまたまね、僕のヒーローアカデミアを読み切ったんですよ、最近。初めて。やっとね。やっと読み切ったんですよ。で多分庭さんはだいぶ前に読み切ってて、何回か話してくれたと思うんですけど、僕最近たまたま読み切ったのと、ちょうど同じ時期に映画の「ハリー・ポッター」シリーズを8本かな、最後まで入れて。多いな。1234567前半7後半みたいな感じなんで、それを全部こっちも実は初めて見切ったんですよね。そうなんですね。なんかちょっとそれは意外ですが、7前半7後半だけ見てなかったんですよ。最後はね。でも最初から全部見て、っていうのをこうしててですね、ハリー・ポッターマラソンみたいなのをしてて、ハリー・ポッター見てる時にこれヒロアカやんみたいななったところがめっちゃ多くて厳密に言うと逆な気がするけど、そう厳密に言うとね、時系列的に言うと逆なんですけど、時系列だけで言うとね、だけで言うとね、でも結構なんか楽しくて、それがなんか似てる点ももちろんあるし、全然違うところもいっぱいあって、その全然違うところ、これ2つを比較した上で全然違うところってやっぱすごいヒロアカならではやったり、ハリー・ポッターならではみたいなところがあって、そこら辺すごい面白いなと思ったので、今日ちょっとその話をしたいなと
思っております。ちなみに多分ヒロアカはね、僕も読み終わってから喋ったことはないかも、漫画760で。あ、そうか、途中とかか。そうそう、だいぶ序盤の途中でしか話してなかったんで、意外とね、全部読み終わって話したことはないかも。あ、なるほどっすね。まあなんでちょっとハリー・ポッターもヒロアカもややネタバレが入るかもしれませんが、はい、大きいところはできるだけ避けるんで、聞いてみてくださいって感じですね。はい。で、まあさっき挙げてたところ、その学園ものみたいなね、大枠のところだったり、その悪の組織みたいなのがいて、そういうの人と戦ってみたいなところも、もちろんやっぱ似てんなっていう感じのところではあるんですけど、まあ、なんていうかな、学園バトルものの王道みたいなとこあるんかなとも思いつつ。確かにね。でも、なんか最後の方とか、なんか友達の裏切りがちょっとあったりとか。もうめちゃくちゃでかい話やな。ちょっとあったりとか、あと、まあ、主人公が悪の組織と戦うために、学校からちょっと離れるみたいな、ずっと学園ものでやってきたはずやのに、学校から離れて戦うみたいな。なんか確かにハリー・ポッターもそういうの聞いたことあるかも。7かな ?7 で、そう、もうほんま最終盤で離れるんですけど。ちなみに僕、ハリー・ポッターは2作目まで見ました。秘密の部屋。3がね、3が僕一番好きやった。アズカバンの囚人が。その後も面白いんで、見てもらえばと思うんですけど、最後の方で結構離れたりするんですけど、やっぱそれはみんなを巻き込みたくないからっていう、狙われてるのは自分やから、みんなを巻き込みたくなくて学校から離れます。でもそこに友達も後からついてきてくれますみたいな。まあハリポタの方はだいぶ早かった気するけど、いや私たちも行くみたいな、早かった気するけど、ついてきてくれたりとかで、最終的に決戦の舞台みたいになるのがやっぱ学校に戻ってくるみたいな。やっぱり戻ってくるんや。ヒロアカも、まあ、ちょっとあれ学校って言っていいんか分からへんけど最後ねあれはもう学校の形をした違うものだったと思うけど。そう違うものになってたけど、一応まあ学校の一部を使ってみたいな。そうだね。はい。そうで、学校の人たちみんながこう一つになって戦うみたいな。総力戦だ。まあいわゆる最後のね。そうハリー・ポッターもそうなんですよ。そうなんや。最後ホグワーツが舞台なんですよね。最終決戦が。でやっぱ見てて、めっちゃヒロアカやんって思いながら見ててすごい楽しかったんですけど、なんかやっぱでも共通してるなと思ったのが、まあ最初から序盤の方からそうだと思うんですけど、なんか見たことがない学園生活みたいなののワクワク感ってヒロアカもすごいあったし、こんな授業あんねやとか、何サポートかってみたいなんとかさ、経営かサポートかね。そうとか、なんかこういう試験やるんやとか、なんかハリー・ポッターの方でもあったりするんですけど、変な試験がね。とか、なんかそのワクワク感って、なんかどっちもすごい共通してるし、めっちゃ両方ともの作品の魅力やなと思うところで、特に序盤の方はね。でもやっぱそれだけやとなんかワクワクで終わっちゃうけど、ちゃんとこう徐々にどういう存在と戦っていくのかみたいな。悪の存在がはっきりと見えていくわけね。そう。なんか僕らよりも、まあ僕らって普通の人間ね、マグルよりもマグルは普通の人間なの？マグルは普通の人間です、ね。そうな、マグルって根血とかじゃなかったん？マグルと魔法使いの根血はいるけど、そうなんや。そういうこと。魔法使いの家系じゃない人がマグル。そうなのね。ハリー・ポッターにおいてね。ですね。そう、僕らマグルからすると、でも個性持ちも魔法使いもなんかこうより強大な力を持ってるわけじゃないですか。大きな力を持ってる中で、じゃあその力をどう使っていくのかっていうところで、悪の存在みたいなね。しかも特になんか親玉がやばいみたいなまあなんか両方ともなんて言うんだろうな、ちょっと頭が丸くてツルツルしてるみたいな。しかも一回死んでるはずなんですよ。そうなんや。ハリー・ポッターの方も死んでるはずなんや。そう昔やられてるはずなんやけど、なぜかまだおるみたいなところとか、
そうもう結構なんかこれめちゃめちゃ構図がすごい似てるなと思いながら、まあ、僕この2つの作品をたまたま見てたから似てるなと思っただけで、もしかしたら学園バトルものって結構そういうの多いのかもしれないですけど、まあ確かになんか今聞いててちょっとナルトを僕は頭の中に思い浮かべてたかも。はい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 、ちょっとこう学校に襲撃来るとか、その内派なんとかが生きてるとかみたいな、まああるあるなんかも知らんけど、でもこう一緒のタイミングでこれ摂取できたんすげえ奇跡的な気づきがあってめっちゃ良かったなっていう。まあライバルなちょっと口悪くて金髪やしな。せやねんそれ見つけた時めっちゃ嬉しかったな何を見つけてちなみにねそうまあ、ヒロアカにおける爆豪はまあ間違いなくライバルでいいと思うんですけど、ハリー・ポッターにおける僕がさっき言った、マルフォイのことでいいんですよね、それって。マルフォイはそのハリーのライバルなんですか？最初はね。最初はね。ほな違うやないか。そうやねんけど、でも最初の方の話やし。いやヒロアカに関してはずっとライバルやけどさ。まあね、そのあたりとかがこうやっぱちょっとやっぱ違ってくるところで、やっぱそこがすごい面白いなと思うんですけど。そうでもなんか序盤結構まあそういうワクワク感とか、まあいろんな仲間がおっていろんな人出てきて、読む側見る側からすると全然知らん世界の話が出てきて、楽しいけど、どんどんちょっとシリアスな方にさ、人が死んだりとか、何かを犠牲にして戦わないといけないみたいなのとかが出てくるっていうのもちょっと似てんなと思って、特にハリー・ポッターとかも明確に4以降めちゃくちゃ暗いんですよね。まあその敵との戦いの中でシリアスになっていくのか。そうまあ暗いっていう言い方あれはね、シリアスになっていく、ちょっと大人向けになっていくみたいな感じがするし、まあヒロアカもちょこちょこやっぱ脅威とかはあったけど、やっぱデクが学校出ていくあたりからはちょっと雰囲気変わるじゃないですか。まあデク自体が変わるから、まあちょっと悲しさも含んだ話の展開に進んでいくというかっていうのも含めて、なんかすごい一緒のタイミングで見てなんか似てんなーっていうところがいろいろありますという上で、でも別になんかじゃあヒロアカがハリー・ポッターパクってんじゃないかとかっていうのは別に言いたいわけじゃなくて、やっぱすごい大事なところって全然違うなっていうのも思って、なんかやしどっちがいい悪いとかじゃなくて、きっともう描きたいものが全然違うから、細部で全然違う描写がされてくんやろうなっていうのもこう比較しててすごい面白かったところで、まあ、マルフォイは最初だけライバルになるしね。そうマルフォイは正直こっちハリー・ポッターの話になるけどマルフォイは正直なんかね、僕あれ最初に終わったの爆豪じゃないわ、ヒロアカの方やったんですよ。ヒロアカを先に読み終わったのね。先に読み終わって、でハリー・ポッターの方を後でこう67と見ていってたんですけど、やっぱ爆豪を見てたから、結構期待してるとこがあってマルフォイにいやでもこういうキャラってさ、みたいなあったんすけど、なんかあんまり焦点当たらへんいやまあ正直僕はねハリー・ポッター2作目までしか見てないし全然詳しくないですけど、その爆豪みたいな存在とちょっとカマセイヌみたいなマルフォイの存在は僕は全然イコールではないよ。いやでもなんかねめっちゃ人気なんですよやっぱり。そうなんですか。日本のハリー・ポッターコミュニティなんかも知らないですけど、すごい人気でマルフォイって。へえ、そうなんや。やっぱマルフォイがいる寮のスリザリンとかもめっちゃすごい人気やし、でやっぱ爆豪も人気じゃないですか。まあやっぱねライバルとして人気だわね。そうデクを差し置いてすごい人気やし、人気投票とかでやっぱりすごい票数集めてたから。せやね、結局ライバルキャラの方が人気投票集まんねんな。そうっていうのもあって、ってことはマルフォイもみたいな。いやそうかなあったんすけど、意外と焦点当たれへんくて、でもここめっちゃ大事やなと思って、ヒロアカっていろんなキャラに焦点当たるじゃないですか。そうですね、もうそれぞれのドラマがね、そう群像劇チックな部分があるっていうか、まあデクがもちろん主人公なんやけど、それこそ爆豪にも焦点当たるし、クラスのみんなにも焦点当たるし、ヴィランにも焦点当たるし、そうやね。でなんかみんな各々がこういろんな複雑な事情を抱えてる中でこうどうしても戦わざるを得ないとか、
まあその和解できる部分が見つかるとか、なんかそういうところがすごい描かれてると思うんですけど、ハリー・ポッターの方ってやっぱほぼポッターなんですよね、視点が。ああ、そうなんですね。まあ少なくとも映画はそういう風な見え方がしてて、やっぱ主人公がすごいバシッとポッターがいて、ポッターの周りでいろんなことが起こるし、ポッター軸でいろんなことが起こることが多いし、っていうところがあって、やっぱそれはちょっとハリー・ポッターの方がなんていうか主人公がヒロイックに描かれてる感じがすごいするなっていう。なるほど。なんかそういう意味では盛り上がりの作り方とかも、ヒロアカって結構いろんな人がバトンつないでいってなんとかみたいな多いじゃないですか。まあそもそもね、そのデクのもらった個性がそういう個性が軸にあるし、さらにやもんね。そうなんですよ。なんかテーマとしてもあるから、なんかそういう自然な流れがあると思うんですけど、ハリー・ポッター、まあもちろんバトンつないだりとか、誰かのために自分は犠牲になるみたいなことももちろんあるんですけど、割とこう誰か一人が立ち上がって、それに周りがついてくるみたいな。まあそれがハリーのこともあるし、別の人のこともあるし、っていうので、やっぱちょっとこうアイドルって言ったら変やけど、なんかヒーロー像みたいな、こういう人ってやっぱ一歩踏み出せる人がヒーローだよねみたいな、立ち上がれる人がヒーローだよねみたいなところがあって、まあヒーローっていう言葉は出てこないですけど、ハリー・ポッターの方には、なんかそういう雰囲気の違いとかがあって、なんかめっちゃやっぱ伝えたいことが全然違うんやな、感じてほしいことが全然違うんやなと思いながら、すごい楽しいなと思いながら読んでたし、なんかそのじゃあヒロイックなことをするみたいな時も、努力って大事な要素だと思うんですけど、ヒロアカでもやっぱデクってすごい自分の能力と折り合いをつけるためにめちゃくちゃ頑張るわけじゃないですか。まあそうですね。なんかその中ですごい才能っていうか、その個性っていうのはもちろんあるんだけど、とにかくみんなが努力を重ねて、ちょっとずつ伸ばしていって、ちょっとずつできることを増やしていってみたいな。まあプルスウルトラですから。そう、みたいなところもしっかり描かれてるけど、まあ、ハリポタやともちろん学校におるからやっぱ練習とかしてるけど、まあ、特にポッターはやっぱ才能がすごいあったりとか、天才肌なんや。そうやってみたら2回ぐらいでいけたみたいな割と大事な魔法とか、あそうかそうとか、まあ多分はしょられてるだけだと思うんですけど、いつの間にそんなんできるようになってたんやみたいなとかも結構あって、なんかそれこそ無影章でなんかこうヒュッヒュッて飛ばすみたいなね、魔法ね、大人がやってたようなことを急にできるようになってたりとかしてて、多分映ってない時にきっと練習したんでしょうけど、やっぱそこが映されてないってことは僕らのこう見る側に感じてほしいところが違うわけじゃないですか。それもそうか、ロッキーみたいになんていうんだろう、トレーニングムービーが流れるわけじゃないんだ。まあみんなを訓練するみたいなのでトレーニングモンタージュみたいなのがちょっとあったりはするんですけど、ポッターハリー自体がトレーニングモンタージュってなかったんちゃうかな。そうなんや。もうなんとか持ってるんやね、その力をある程度は元から。そうとか、なんかこうなんか大事な魔法をかけようとして失敗して、ダンブルドアとか別の先生とかにこういうことを思い浮かべてごらんみたいな、こう一言なんか言われて、やってみますできたみたいなすげえやつなんやなことが、まあ時間もあるやろうから、ね、まあもちろんね、もちろんそれはねあるやろうけど、だと思うけど、やっぱそこの描き方とかも違うくて、なんかめっちゃヒロアカはすごい家庭の部分にフォーカスする、家庭の部分にもフォーカスするし、でもハリー・ポッターはどっちかというと多分話の流れとか、そのできてじゃあそれで何やるみたいなところが大事みたいなのが、なんか重点の置き方が違うくてすごい面白いなと。まあね、やっぱジャンプ作品はね、努力シーン大きいですから、要素が。そうやね。そうなんです。いや、それこそね、さっき言ったナルトだって螺旋岩を習得するまでの下りだってね、わざわざ修行に出て長いこと修行やるわけですし。せやねんな。なんか成長みたいなのが、多分ヒロアカとか、まあナルトとかはそういう何かを習得するまでに成長するっていうような描かれ方だと思うんですけど、ハリーの方は習得するまでってよりはやっぱいろんな事件と触れてみたいな経験の方、外の世界との関わりとか、何か事件との関わりみたいなところで成長していくみたいな描かれ方の方が強かった感じがして。OJT 重視なんやね。 OJT でしたね、どっちかっていうと。なるほど。まあそこら辺もなんか面白いですよね。漫画っぽいしね、やっぱその
努力とか、そうね修行パートみたいな。まあ僕らが読んできた漫画とってもたくさんありますね。はい。いやなんかやっぱここら辺は、まあ、ハリー・ポッターもちょっと漫画チックといえば漫画チックやけど、やっぱでも描かれ方ちゃうんやなと思って。とかなんかやっぱキャラの扱い方みたいなのもさっきちょっと言ってましたが、群像劇っぽいよねヒロアカはみたいな話してましたけど、結構ヒロアカってまあ命を落とすキャラ結構いると思うんですけど、まあ後半になるにつれてね。そう、なんか味方側って割と限られた人、まあ多分ね見えないところで亡くなってる人いっぱいいると思うんですけど、そのいわゆる主要キャラクターで命を落とすってすごい限られてるじゃないですか。そうですね。まあなんとか生きてるパターンが多いかなって気がします。はい。でまあもちろんなんてあんまり出番なかったけど実は死んでるみたいなキャラはいっぱいおるけど、犠牲者もいっぱいおるけど、まあキャラクターでいうと主要キャラってあんまりっていうところもあってね、結構死ぬのはヴィラン側やったりするじゃない。まあヴィラン側はなんか命を投げ打って戦ってるからそうやね、そうなっちゃうんでしょうけど、でもなんかハリー・ポッターの方ってどっちもめちゃくちゃ死ぬんですよね。ハリー・ポッターって死ぬんですか人？いやなんかねびっくりするぐらい死んだ。僕2まで見たところではそんな印象なかったんです。いやそうね、そうやと思う。結構そのキャラ死ぬんみたいなキャラが後半で死んだりするし、そうなんや。しかもなんかねあんまりドラマチックに描かれる死ってないんですよ。なんかそこ逆になんていうのリアリズムっていうか、もう悪と戦ってるから命をかけて、そりゃ何人か死ぬし一人一人の死で立ち止まってたらもう戦われへんくなるから、ハリー・ポッターの世界だね、とにかくもう戦うこと逃げることとかに専念しようみたいなが結構あったりして、なんか僕めっちゃ置いてかれたんですよねそこ。置いてかれたんや。そうなんかみんな早すぎるってみたいな。そうか。あんな大事なキャラ死んだのに死んだっていうセリフだけみたいな。死ぬシーンもないのみたいな、結構あって、そこの描き方全然やっぱヒロアカと違うなって思った。そうね。なんかそれがもしかしたらハリー・ポッターの方はリアリズムなんかもしらんし、ヒロアカの方はそのちゃんとキャラクターを大切にして死ぬってなったらドラマチックにとか何か意味のある死みたいな風なシーンにするとかっていう、まあ、作者の先生の考え方とか価値観もあると思うんですけど、結構やっぱそこの扱い方違うくて、どっちがいいとかじゃないんですけど、なんかこう全然こんなに違うんやと思ってちょっとびっくりした。それはまあなんて言うんだろう、現実的でちょっと言い方きついかもしれんけど、残酷な作品ほどそうやってススッと死んでいってしまうの多いかもしれない。だからヒロアカは確かにヒーロー側は死にづらいかもしれんけど、呪術廻戦とかってチェンソーマンとかね、そうチェンソーマンとかってちょっとこう酷なシーンが多いというか展開が多いから割とスッと死んじゃうみたいな。そうや。でもなんかなんていうのな、呪術廻戦でもチェーンソーマンでも、結構こうさらっと流されるけどめっちゃ嫌なタイミングで死んだりとかするじゃないですか。嫌なっていうのは物語的にうまいんやけど読んでる側からすると心潰されるみたいな。そうやね。すごいそこに殺さないでってなるやつ。そういう意味ではハリー・ポッターってほんまにスッてここでみたいな多いんですよね。それもより現実的なんかもしらんし、急に死が訪れるみたいなのがなんかびっくりした。ハリー・ポッターそんなヒロアカと一緒に見てたからこそ、まあハリー・ポッターってやっぱそのさっきのさヒロイックなところがあるとかって、ちょっとまあ児童文学っぽいところ、その子供が読んでもまあ感情移入しやすいとか分かりやすいみたいなところもあったりすんのかなと思いつつ、こんなに大事やった人ポンポン死んでくんやみたいな。しかも全然ドラマチックじゃなくスッといなくなるみたいな。嫌やな。いやなんかね怖いな。びっくりした。怖かった。ちょっとそれはなんか描き方が全然違うくてね、めっちゃ衝撃的でしたね。そこもちょっとそんなイメージなかったから。そうね、僕も全然なかったけど、あとなんか全然違うとこで言うと悪役側の扱いも結構、まあこれ
やっぱヒロアカがそういうヒーローものっていうのがあるからやと思うんですけど、ヒーローものって絶対ヴィラン悪役がおって、でその人たちとの戦いの中で、なんかヒロアカやとやっぱり盗人にも誇りありというか、なんかちゃんと軸があって、なぜかこう歯車がどっかで違うくて、まあ、結果ヴィランになっちゃったみたいな人結構多かったり、そこの掘り下げも割とあったり、そことじゃあヒーローがどう折り合いつけるのかみたいなのあったりしたと思うんですけど、ハリー・ポッターの方ってやっぱ普通に悪いんですよね。普通に悪いな。根っからの悪ってこと？根っからもう自分のためやったら誰が死んでもいいし、もうなんか平気でなんか政府乗っ取ろうとするしみたいなのがあって、なんか別にこの人たちにもなんか背景があったんやなみたいな、少なくとも映画の中ではそんなに描かれるキャラは多くなくて、なんかマルフォイもまあ例に漏れずそんなにこう背景とかじゃないんやみたいなそうなんやね。ちょっと性格の悪いやつなんや。まあまあなんかねあるんですよ、そのちゃんといいやんお前っていうとこあるんですけど、もちろんなんかねヒロアカほどこうはっきりそこを焦点をしっかり当てるって感じじゃなかったのも、なんかこう全然違うなーっていうのはあって、なんかどっちかっていうとその悪い人とか罪を犯した人に対してセカンドチャンスがそういう人たちもあるよねとかで、どっちかっていうと西洋の作品でよく見る考え方な気がするんですけど、そういう意味で言うとなんかヒロアカの方がそういうセカンドチャンスとかなんかこう分かり合うみたいな。そうね。まあ、そうじゃない人ももちろんおるけど、悲しき悪みたいなね。そうとかが多くて、まあハリー・ポッターはそのさっき言った児童文学的なところもあるから、もう悪い人は悪い人っていうので描くみたいなのがあるのかもしれないですけど、そうなんかねそういうところが全然ヒロアカとハリー・ポッターまあ部分でこれ一緒やんってとこありながら、やっぱそういう大事なところで全然違うっていうのがめちゃくちゃ面白かった。まあ、正直ヒロアカに関しては、僕がじゃあ中学生の時に読んでましたと。多分中学生の僕は理解しきれなかったなってめっちゃ思う。確かにね、なんか複雑なとこ多いんですよね。悪い人が単に悪いだけじゃないから。そうなんかそのなんて言うんだろう、心の葛藤みたいなのを当時の中学生の僕が分かれたかというと、ちょっと正直難しかったやろなってめちゃくちゃ思う読んで。なんか自分が例えばそのちょっと輪に入れない何か要素を持っててっていうのであれば、多分そのヴィランの方とかのすごい感情移入当時でもできたと思うけど、なんかめっちゃ輪から外れたかっていうとそうでもない、まあ、めっちゃ人気やったわけじゃないですけどクラスの中心やったわけじゃないけど別に普通に友達もいたし趣味の合う人たちもいたしっていう中で、じゃあ戸賀卑弥呼の話を聞いてすごいそんな背景があったんやって思えたかって言われると、僕は難しかったかもしれないですね、当時は。今やからまだね、なんか完全に理解できるわけじゃないけど、そっかそういう背景もあんねやっていうところがあったりするし、なんか悪い人とかともこう分かり合うみたいなのも、なんか中学の時やったらそこまで思えてなかったかもしれない、そうなんすよ。なんかね、信楽とデクのやり取りとかを見てても、じゃあめっちゃ分かりやすいかって言われたら中学生の自分は多分分かりきらなかったなってすごい思うから。ほんまね、今だって分かりきってるか分かんないんですけど、なんかね白と黒では片付けられない話やから。そうね、いやなんか今でこそ僕ジェントルめっちゃ好きなんですけど、何者かになりたかったけど何者にもなれなかったとこから始まる、そうやね、ジェントルの物語めっちゃ好きなんですけど、これって多分今やから思うんやろうなーっていうのもあって、中学とかの時に読んでてジェントルがすごい好きになったかっていうとどうなんやろうなーっていうのもそうやねんな。なんかあって、子供の頃万能感みたいな多少ありますしね。そういう意味ではハリー・ポッターの方が主人公の万能じゃないけど、切り開いていく感みたいな、まあ力を持ってて進んでいけるみたいな、リーダーシップもあるみたいなっていうのはなんか描かれてたなっていう感じがして、
なんかこの2つを見比べながら似てるところ似てないところこう噛み砕いてるとすごいなんか両方全然違うくてめっちゃ面白いなっていうのを、思ったのでまあちょっと両方とも長いですけどねだいぶちょっとねじゃあ両方同時に楽しみましょうってそんな簡単には言えないと思うんだ。まあでもハリー・ポッターは通ってる人多いとちょっと信じて今回まあええやろうっていうのでハリー・ポッター3作目ぐらいで離脱した人多い気がすんねんな。いやでもねハリー・ポッター3本目で監督がすごい変な人入ってきたんですよいい意味でねいい意味で変な人入ってきてなんかね最初の1、2、3そもそも全然作風が違うんですよね。へー。これも僕ハリー・ポッターめっちゃ好きなところであるんですけどヒロアカってずっとヒーローものじゃないですかジャンプやし、ちょっともちろん雰囲気変わるチャプターによって雰囲気変わるとこもあるけど、でもなんかハリー・ポッターって1、2、3で全然その雰囲気が違うくて、そこもねすごい僕は好きで。ちょっとこれの話しだすと映画の話ですごい長くなりそうだからやめるんですけどそうですねはいなんかそこもねハリー・ポッターまあ3が一番なんか暗いって言われてるけど画面とかも含めて僕は一番ねその監督が大好きなんでまあだってアズカバンの囚人やもんな3作目まあねテーマで言うと物語で言うと4からの方が暗いけど、なんかこれ子供も見る映画にしてはめちゃめちゃ特殊な撮影してへんみたいな気合い入れて文学的表現を映像でしすぎじゃないみたいな好きなんですけどねそういうのあってねこれ喋っていい？あかんよあかんダメです喋っていいかなこの流れでダメですもうダメです十分ですはいあそうですか、映画なんでそうですかはいじゃあアズカバンの囚人は次回持ってこさせていただくんでいや持ってこなくていいですはいそれは大丈夫ということではい漫画760漫画760ではエピソードの感想はコメントで番組のメッセージはお便りで募集しております。お便りは公式サイトから送れるので番組概要欄をご確認ください。お便り採用者には抽選で漫画760ステッカーとしおりをプレゼントしています。漫画760は毎週水曜18時頃に更新しています。ぜひ番組のフォロー、高評価、通知設定のオンを忘れずにお願いします。エピソードの概要欄に今回紹介した作品の Amazon の URL を載せているのでよければそちらから買ってください。売上の一部が漫画760の活動資金になります。ではまた来週アズカバンの囚人を見てお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。